こんにちは、東京ベジライフのなつきです。ここ数週間、外出自粛要請や外出禁止令などでお家で過ごす時間が長くなっている方が多いと思います。そこで今週はそんな状況の中で私が健康でいるためにしたこと、していることを食べ物・食事編とセルフケア編の2つに分けてシェアしていきます。今回は食べ物・食事編で、先週の外出自粛要請が出てから私がしたこと、していることをシェアしていきたいのですが、まず最初に行ったのが冷蔵庫の整理と掃除です。お家にいる時間が長くなってお家で食べる機会が増えてくると、自然と冷蔵庫を開ける頻度も高くなると思います。冷蔵庫を整理して掃除しておくと、いつもより少し多めに買ってきた食料を冷蔵庫を開けた時にパッとどこに何があるのか分かりやすくなるというのもありますし、そういう実用面ももちろんあるのですが、結構メンタル面も大きいと思っていて、やっぱり冷蔵庫を開けた時に賞味期限の切れた古いものがたくさん入っていたり、どこに何があるのか分からないようなごちゃごちゃした状況だと、結構それを毎回開けてみるたびに、気がめいってしまうということがあるんですね。食事っていうのは食べる時だけではなくて、食材を見た時から始まると思っていて、どういう気持ちで調理をしているかによって食事の美味しさであったりとか、体に及ぼす影響っていうのも変わってくると思います。なので私は外に行けないっていうちょっとストレスに感じる状況の中でも、楽しいすがすがしい気持ちでお料理をして、で食事を用意できるように冷蔵庫の中を整理整頓掃除をして、で新鮮な食料品を冷蔵庫に入れるっていうことをしました。2つ目に、私は普段よりもなるべく多く生のフルーツや野菜を摂るようにしています。外にあんまり出られないっていうことで、結構レトルト食品であったりとか加工食品をたくさん購入して備蓄しているっていう方も多いと思うんですけれども、ただ台風、地震の後などの自然災害の影響でインフラがストップしてしまっていて、物資の供給が滞っているだとか、水、ガス、電気などが止まっているという状況ではなくて、普通にお店に行けばちゃんと食料品もある状態ですので、こういう時こそ免疫力を高めるためにも、レトルト食品とかではなくて、なるべく自然なもの、新鮮なものを食べる方がいいと思います。私は生でも美味しく食べられて、冷蔵庫で長く保存ができる人参だったり大根、ビーツ、玉ねぎなどの根菜類を多めに買って常備しています。足の速い葉物野菜などは買い出しに行って買ってきたら、その日か次の日には消費するようにするんですけど、キャベツは、特に今出回っている春キャベツっていうのは生のままサラダにしても美味しいですし、炒め物にしたりスープに入れたり、あとはザワークラウトにして、発酵食品として楽しむこともできるのでおすすめです。あとは一番新鮮で生命力が強い状態でいただけるスプラウトも意識的に摂るようにしています。豆苗は買ってきたら水につけて、で使う分だけカットしながら使えば長く楽しめますし、あとはブロッコリースプラウトだったりアルファルファっていう、スプラウトの種を買ってきてジャーの中で育てたり、あとはイチゴのパックなどについているスポンジの上で育てるとすぐに 2,3 日で食べられるので、それもやっています。3つ目に、なるべくたくさんスパイスやハーブをお料理に使うようにしています。スパイス、ハーブっていうのはやっぱりそれぞれいろいろな薬用効果があるので、いつもより積極的に使うようにしていて、ハーブはドライのものに加えてフレッシュの生のものを買ってきて保存しておいて、スープに入れたりサラダに入れたり他のお料理にどんどん使うようにしています。スパイスは抗菌作用、肝機能の向上など特に薬用効果が高いターメリックを多く使うインド料理をよく作るようにしています。スパイスからカレーを作るのはハードルが高いと感じられるかもしれないんですけれども、以前動画でご紹介したターメリック、クミン、ガラムマサラ、唐辛子の粉の4種類のスパイスがあれば、いろいろなカレー料理を作ることができますので、ぜひお試しください。4つ目に、発酵食品もいつもより積極的に摂るようにしています。
やっぱり外出自粛で外に出ることが少なくなってくると自然と運動量も減って腸の動きが鈍くなってくるっていうこともあると思うので、なるべく善玉菌を増やす発酵食品を多く摂るようにしています。殺菌効果を増強してくれる梅干しや酵素がたっぷりのお味噌といった発酵食品を私は自家製で作って日常的に食べるようにしているのですが、その他にも数時間から数日で簡単にお家で作れる発酵食品がたくさんあります。塩麹は本当に万能調味料で、炊飯器の保温機能を使えば6時間でできてしまうのでおすすめですし、ザワークラウトはキャベツを千切りにしてお塩を足してよく揉んで室温で数日置いておくだけでできてしまうので、量りもなくできて多分一番簡単にできる発酵食品だと思います。その他に、外出自粛で家にいることも多くなったので、その時間を利用してちょっと手間のかかる発酵食品も作りたいなと思っていて、以前結構作っていて今あまり作っていないtempeh作りなども再開しようかと思っています。最後5つ目に、食べ過ぎに気をつけるようにしています。家にいる時間が長くなると外に行けないっていうストレスもありますし、ついつい間食が多くなってしまったり普段の食事の量が多くなってしまうということがあると思います。私は1月に5日間の1日1食生活を経て3日間のファスティングというものをしたんですけれども、その後も基本的には1日 1.5 食なので、お昼に、朝は食べずにお昼はフルーツだけを食べて夜は普通の食事をするっていう生活をしていて、家にいる時間が長くなってストレス食いの傾向っていうのはもちろん私もあるんですけれども、やっぱり食べ過ぎないこと、むしろファスティングをして胃腸を休めてあげるっていうことが免疫力アップには一番だと思いますので、あと外に買い物に行くことが少なくなっているっていう状況の中で、食事の心配をしょっちゅうしなくていいっていうのは逆に私にとっては、ストレスを抑えてくれていると思います。ということで今日は自宅でいる時間が長くなる中で健康でいるために私がしたこと、していることを食べ物、食事の面からシェアしました。インスタの方では日々作ったもの、食べたものを簡単な作り方と一緒にご紹介していますので、そちらもぜひチェックしてみてください。次回土曜日はセルフケアとして私がしていることをシェアしていきますので、ぜひまた見てくださいね。それでは See you next time!